はい、おはようございます。小島漁師浜井です。前日2日間暴飲暴食プライベートやってました。で、今日はですね、こちらの動画でお世話になった組合長の漁にまた同行したいんですが、イカの巣っていうね漁をやっていきたいと思います。まあカゴでコウイカを取る漁ですね。それじゃあ早速組合長のとこへレッツゴー。はい、それでは組合長の港に到着しました。はい、じゃあ尺稼ぎ長靴とライフジャケット、それでカッパですね。で、ボテがましい手袋が太田君のしかなかったので拝借して手袋兄弟です。はい、というわけで組合長のいる港へやってきました。組合長発見。おはようございます。それじゃあ早速船に乗り込んで出港の準備をして出港していきましょう。漁業協同組合組合長森正樹。はい、それではタコツボ漁でもお世話になった、森組合長の船に乗って今回はですねイカの巣イカカゴ漁に行きたいと思います。それではポイントへ向かっていきましょう。で、まず沖の方のイカの巣から上げていくんですけれども、まだ時期が早くてですね丘の方にしかイカがいなくて、今回のイカカゴはなんと2週間ぐらいやりっぱなしにしていたそうです。で、今見えたのが多分バベの木でして、イカのカゴの中にバベの木を入れて、でそれにイカが卵を産みに来るという量ですね。で、組合長野菜ジュースしか飲まないので、まあそんなことはないと思うんですけど、何飲みますかって言ったら野菜ジュースってことで、野菜ジュースで野菜を取る、まあ健康の秘訣は野菜ジュースですねで、池間の水蓋を抜いて水を出します。で、まあ酸素のやつも入れてましたね。で、船をちょろっと洗って、ポイントに到着したので受けを上げていきます。それでこれで巻いていきましょう。腰はどうですか？腰が。ああ、俺も使う相手はおらんのやけど腰がいかまだ現役でしょ。現役やがんかい。森さん今何歳77やわ。すごい元気。元気やんかいわいやー、もう下ネタ言えるってことは元気な証拠ですよね。で、元気なご老人ほど元気あるかいって言いますよねこれも本当にあるある。いらんこと喋ってる間に1個目が来ました。で、なんとね1個目から早速イカが入っていたようで、こんな感じのカゴになります。これもう組合長のほとんど手作りだそうです。で、真ん中に木が入っていて、それに横にある穴からこのコウイカですね、こちら入ってます。で、それを池間に入れて生かしていきましょう。でもう池間の中、コウイカ入れちゃうと真っ黒になります。イカ墨はすごい吐きますからね。イカが墨を吐くのはなんか天敵から逃げるときに目くらましてイカ墨を吐くという感じです。で、2個目の、カゴも上げていきますが、2個目はおそらくスカでした。スカですね。で、カゴを後ろに持っていって後ろで離す。で、今回は繰りやり、まあ言い方はいろいろあるんですけど、繰りながらやっていくということで、非常に1回1回上げなくていいので非常に効率のいい量になります。で、3個目も2個目もスカで、真ん中のが仕掛けの木っていう説明を今してます。で、4個目も入っていませんね。で、その後も繰り進めていきましょう。で、これは入ってましたね。3匹ぐらいですね。見事なコウイカ、背中に甲羅があるからコウイカ、亀の甲より年の甲、そういった感じ。で、これが卵ですね。イカの卵。この卵を産みに来るからあれなんですよ。で、イカの卵、あれね、木を最後に海に沈めることによって卵もまた放流というか、だからすごいねリサイクルな量になります。卵を産みに来て捕らえて、で卵はしっかり返すっていうね。沖は全然イカがいないそうなんで丘に移動するそうです。はい、じゃあ動画の途中ですが、皆さん今回もねホワイトボードを使って説明していきたいと思います。イカの巣がどういうものかですね。こぼれちゃった。で、漁法名は、イカの巣とかイカカゴって言います。で、こんな感じで旗を浮かべてイカカゴをですね、だいたい 30m から 40m 間隔で等間隔で仕掛ける。で、こちらはイカリですね、おでんみたいなやつで、こちらのコウイカ、甲羅がねここに入ってるからコウイカって言うんですけど、このコウイカがこうやってこちらのカゴの中ですね、イカの巣の中のこのバベの木などに卵を産みに入ってきます。で、ここにイカが入ると口がね小さくて真ん中にあるのでなかなか出れないって仕組みに、ね、なってるんですよ。はい、というわけでこ
こんな感じです。動画の続きを見ていきましょう。レッツゴー。はい、それでは、沖側は残念ながら少なくて、岡側の方に移動しました。それでは僕も手伝っていきましょう。最初ね、岡の方、これ岡の方2日前にあげたそうで、たった2日間しかやってないのに1個目から、3つも入ってました。で、僕が後ろでまた受けを置く。で、残りのイカも生かしていきましょう。で、2個目はスカでしたね。まあさすがに2日だからあれですね。で、本当はイカの巣もでこんな感じでクリアリですから、ちゃんとロープを張りながらやっていきます。じゃないとずっとたるんでいくので、すごいねそのカゴ同士がすごい近くなっちゃいますから、ああやって張っていきます。で、これ多いですね。一番多いです。5匹も入ってました。めっちゃ真っ黒けっけ。で、僕に飛んでほしかったんですけど、太田君の方にイカの墨を吐きましたね。またいらんこと言うところでした。で、イカの巣は結構丘の方だったらタコが入ることがよくあるんですけど、残念ながら今日はタコが入っていることはなかったです。で、これは今日一番、でかかったコウイカですね。もう手のひら2つ分といったところです。で、やっぱり速いスピードで繰り上げていくので、カゴがちょっとずれてきちゃって、それをしっかり今直しているところです。で、下は割った木を入れて、あんな感じで真ん中にしてますよって感じですね。で、最後に上を直して、これでイカは逃げることはないでしょう。で、また次のカゴですね。で、1匹入ってたんですけれども、1匹をカゴの中に入れておくと他のイカがまた入りやすいので、1匹おとりとして入れておきます。おとり兵ですね。で、あんな感じでイカを上げたらね、ブシュブシュってね、墨を吐くふりをします。で、その後も、パラパラと来てますね。まあ基本的には同じ映像がずっと続くって感じで、タコが入ってる時は3つとか入ってる。またいつかその映像も撮れたらなと思います。横の穴から出すんですけど、穴が小さいので非常に出しにくいです。だからめちゃくちゃ入ってる時はもう上の紐をほどいて上から出すって感じですね。もう出すというか、こうなんていうんだろう、逆さにしてバーってね出すと思います。ただこの日はやっぱり、かなり少なかったみたいですね。で、イカを取って2人で取っていって池間に入れていく、これの繰り返しです。だから僕も喋ることがなくなってきた。で、横からの映像がこんな感じですそれぐらいしか言うことがない。全部説明したかな。じゃあまた移動して、最後にもう1個だけ食って帰ります。で、皆さん、チャンネルはそのままで、これは1個だけですよ。1個見て、で1個4つ入ってました。で、これを取り出して池間の方に生かして、次は帰りたいと思いますのでで、池間に生かして帰りましょう。今日は少なかったみたいです。帰りましょう。じゃあ帰ってきました。取れたイカの量がですね、こちらです。だいたい20匹ぐらいといったところでしょうか。みんな元気に生きてます。じゃあみんな大好き水中映像見ていきましょう。じゃあ1匹取れたてをね、刺身にしていきましょう。で、森さんがどれでも食べていいということなんで、こちらの中くらいのイカですね。で、こちらを締めていきます。僕はここ指突っ込んで一瞬で締めました。色がほら白くなる、こんな感じで、まな板はないのでここがまな板になります。ではちょっと掃除して、でこちらの包丁も海水殺菌ですね。じゃあここちょっと切れ込み入れて、でグビッと甲羅出します。これがコウイカと言われるゆえんの甲羅ですね。で、ここペリペリっと剥がしてズリズリっと、めっちゃ炭が出た。すごい炭だな。炭がある方が多少コクがあるでしょう。で、ここの皮こっから剥がして、でこのこれエラですね。確かエラ取って、ほんで海水で洗います。でこちらのデポチン取って、で切るだけです。
でこれで刺身の完成です。で醤油がないので今回海水の塩味でいただきましょう。取れたてのコウイカ、うまっ。まあそれは醤油つけた方がうまいかもしれんけど、塩味がきて、でその後にイカのねほんのりとした甘み、うまい。いただきます。うちは20がおったんか。20ぐらいは余裕でおると思う。じゃあ組合長、今日はありがとうございました。少なかった、少なかったな。多い時100ぐらいおるそうで、じゃあまたお疲れでした。お疲れ様でした。はい。はい、じゃあ組合長にねお土産のイカももらって今日の動画終わりたいと思います。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. Bye.